こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、前回は12体目のウィザースケルトンを倒し、白いのを見つけたところまでです。やっぱりネザーにも鶏がいることあるのね。とりあえず、迷わず捕獲してしまいましたが、どうしよう。こんな感じにしました。この鶏、買うつもりなの？後で考えます。でもこのままだと、ガストに襲われたらひとたまりもないですね。さて今は、ディスポーンさせる時の通り道を整備しています。ネザー要塞からネザーポータルのやや南まで往復した時に脇が改善したので、急遽安全確保などしてます。もう一つのネザー要塞がありそうなら、探して湧き潰しする方が早くない？まだそこまで確信持っているわけではないんです。脇が改善したのは単に偶然かもしれないですし、まずは、今まで立てた予想が、それぞれ合っているか検証して確かめないと。まあそうよね。あれ？ここ見覚えあるような。ネザーの地図の南東端あたりを探索した時に、ここ来たことあるんです。帰り際にリスポーン拠点に寄りました。クワやカボチャ、それに土を持っていきます。ネザーで見つけた鶏を見て、餌だけでも生産した方が良いことに気づきました。鶏はまだ無事ですね。一緒にいたゾンビピッグマンはディスポーンしちゃったようね。ネザー拠点の近くに横穴を掘って、ここをカボチャ畑にします。ひとまずはこれで OK です。矢の生産を踏まえると、カボチャは3スタックくらいまで収穫したいです。さて、では2連続で探索してみます。まずブレイズ。入り口付近にスケルトン。そしてカボチャ。カボチャはモブじゃないわよ。27回目はスカでした。くじ引きじゃないって。あ、でもある意味くじ引きね。さて次は、一度ディスポーンした上で、5回連続くらいで探索してみます。予想通りなら、探索するごとに枠量が落ちていく傾向が見られると思います。お、卵ゲットです。卵のお礼に、ガストよけの丸い支天井を作りました。さてでは検証開始です。まだ枠周期が不明なので、1回の探索ごとに何かやって時間を稼いでみます。いたー、13体目。時間稼ぎで鳥小屋作ってみました。豆腐小屋ならぬ、豆腐掘りね。ダメか残念。あとは壁を作ったりして、探索が10分周期くらいになるよう調整します。入り口の階層も綺麗に密封しました。これなら見通しやすいしモブを逃がさないですね。最初からこう作ればよかったわね。おお、久々にはいた。もしかして密封すると湧きやすい？まあそんなわけないか。お、拠点の天井に湧いている。いやこれちょっと重要です。拠点に湧いたら危ないものね。いやそうじゃなくて、ネザーレンが意外に湧いたことを確認できたの、初めてなんですよ。あ、そういえばそうね。さらに重要なのが、通路の4段上でも湧くってことです。通路で湧いて天井に登ったんじゃないの？いや、このネザー拠点の天井はどこも2段差あるので登れません。あと今、4段の高さからウィザースケルトンが降りてきましたね。つまり、近づけば勝手に降りてくる湧き層が通路の上に作れるってことね。うわぁ、何かガストに嫌われるようなことしましたっけ？せいぜい矢で攻撃したくらいよね。まあとにかく、拠点を改築したおかげで色々ヒントが得られました。お、
16体目。さて5連続探索が終わりました。しかし、徐々に湧きが減っていく傾向は見られません。空振りだった後で湧き始めてるものね。このネザー要塞のどこかのポイントで、他のネザー要塞の湧きをディスポーンさせる距離を稼ぐことができているのかも。あるいは、想像以上に湧く頻度がまばらなのかな。頑張って、もっと連続探索を増やさないと何とも言えないですね。最下層の聖地を一気に片付けて、それから再検証します。なぜか再三ガストに襲撃されるので、拠点の天井を広げました。さて、次はリスポーン拠点から地図を取ってきて、距離を測ってみます。まだ卵は産んでないか。あれ？これだと天井で突っかえて出れないですね。これで OK なはずです。さて、リスポーン拠点に戻ってきました。ここの鶏が、なぜか卵を産んでくれなくなりました。なんでだろう。悔しすぎた？すし詰め状態だからじゃない？試しに小屋を拡張したら産み始めました。さて、今はディスポーンさせる道の一番端まで来ています。地図は一辺が256ブロックです。モブがディスポーンする距離は128メートル以上。モブの湧き数の上限にカウントされるのは17チャンク思考らしいので、他のネザー要塞があることを想定しても、地図に含まれるあたりまで往復すればいいですね。まあこのあたりまで来れば大丈夫かな。次から往復するのはこの場所までにしてみます。さて、ネザー拠点に戻ってきました。もう、リスポーン拠点から持ってきた卵を孵化させてしまいます。ネザーさんの鶏から卵を返すのは時間がかかりそうなので断念です。かぼちゃもすくすく育っています。さて、探索前にやることは大体終わりました。まずは最下層付近の入り組んだ通路を極力整地してしまいます。それが終わったら、10連続くらいディスポーンさせずに探索してみて、湧く頻度を見てみます。今度は1回の探索時間を同じくらいにするのよね。はい。こういう埋め立てたところも湧くといいわね。いや、ここはあまり期待してません。なんで？通路の上の湧き層は、作る価値がありそうって言ってたじゃない。通路の上はもともとネザー要塞の内部扱い、でも今埋め立てたところは外部扱いだと思うんです。なのでもしここで湧いたとしても、湧く率向上の効果に繋がっているか怪しそうなんです。ややこしいわね。お、湧いてる。外壁にあるフェンスも全部取ってブロックに変えてしまいます。より暗い方が湧きやすいらしいですから、外から明かりが漏れてくるのを防ぐためです。さて小1時間で、最下層の整地は大体完了しました。キノコも湧きに影響あるかもしれないので、全部取ってしまいます。やり残してた壁も大体作り終えました。さて、ついでにネザー拠点もさらに増築します。こんな感じかな。だいぶ広くした上、ガスト対策の丸石天井をさらに広げました。あら、またゾンビピッグマンが混ざってるわよ。いいタイミングですね。ネザー要塞を奥まで往復したら、入り口付近のモブがディスポーンするかも確認しておきたかったんです。さて、では頑張ってきます。18体目です。ゾンビピッグマンが消えました。ってことはネザー要塞は思っていたよりずっと距離があるのか。うわぁ。今までの予想を見直さないとならないです。
次の探索でゾンビピックマンがうようよ湧き始めました。奥まで行って戻ってきましたが、まだゾンビピックマンたちはいますね。入り口の階層でブレイズがいました。さて、次の探索に入ったところですが、ここでゾンビピックマンが減っているのに気づきました。ですがここは拠点から128メートルも絶対にないんです。おかしいなとプレイ後に色々調べて初めて知りましたが、32メートルより離れたモブは、時間経過で徐々にディスポーンするんですね。でも、たくさんはいたの見た時から7分は経ってるのに、まだ半分残ってたわよ。そちらの件については、これも知らなかったのですが、デフォルトの描画距離でプレイしていると、描画距離端のモブがディスポーン処理されずに残ることがあるそうなんです。試しに計算してみたのですが、128メートルならギリギリでデフォルト描画距離の範囲内に入るはずなんです。原因が突き止められませんでした。まあ色々とやられました。予想を根本から見直さないとならないです。さて、では今回はこんなところで。ちょっと待って、あの白いの何？